皆さんこんにちは。持田あかりの生活へようこそ。このチャンネルでは編み物のお供に楽しんでいただける動画をお届けしていきます。編み物の時間がもっと楽しくなるようなちょっとしたおしゃべりの時間をお届けできたらと思っています。音だけを聞いても楽しめますので、ぜひラジオ感覚で聞いてみてください。第1回目の今回は2つのトピックをお届けします。1つ目はこのチャンネルでやっていきたいこと。このサブチャンネルを始めようと思った理由や、これからどんな動画をお届けしていきたいかをお話しします。2つ目は私が愛用している編み物道具の紹介です。インスタグラムのアンケートでご要望の多かった編み物道具の紹介をしていきます。ぜひ最後までお楽しみください。まず一つ目のトピックはこのチャンネルでやっていきたいことです。まず最初に軽く自己紹介をさせていただきます。私の名前は持田あかりです。編み物のオリジナル作品を作っていて、メインチャンネルでは作品の編み方動画を投稿しています。静岡県出身で今は神奈川県に住んでいる30代の女性です。2023年から YouTube に投稿を始めて、ありがたいことに本当にたくさんの方に動画を見ていただけるようになりました。なぜサブチャンネルを始めようと思ったのかというと、メインチャンネルの編み方動画をさらに楽しんでいただけるような情報を発信できる場が欲しいなと思ったからです。例えば、メインチャンネルの動画を作った時のエピソードや、作品を作る上でのコツ、作品を作っている時に考えていたこと、あとは動画を公開した後に皆さんから寄せられた質問に動画でお答えしたりというのができたらいいなと思っています。メインチャンネルの編み方動画では編み方の説明を分かりやすくすることを一番の目標にしていますので、なるべく余計な部分はカットしています。なのでそこでお伝えしきれなかった部分をこのサブチャンネルではお伝えしたいなと思っています。あとは単純に編み方動画は一つの作品と動画を作るのに1ヶ月以上時間がかかることが多く、投稿頻度をこれ以上上げられないと感じたので、もっとたくさん視聴者の皆さんに動画をお届けしたいという理由もあります。ですので、このチャンネルでは皆さんのお便りを募集しています。ラジオ番組のような感じで皆さんからのお便りを読みながら楽しいお話ができたらいいなと思っております。概要欄にお便り募集のフォームがありますので、そちらからどしどしお送りください。持田あかりへの質問、このチャンネルでやってほしいこと、あとはご自身の編み物に関するエピソードなど何でも OK です。皆さんのお便りをお待ちしております。そしてこのチャンネルのコメント返信についてもお話ししておきたいのですが、こちらのサブチャンネルではコメントには直接返信をせず、ハートをつけるだけにさせていただこうと思っています。なぜかというと、コメントに返信を書いてしまうと動画で話す内容がなくなってしまうんじゃないかと心配をしているからです。なのでここはぐっとこらえて、動画の中でコメントいただいた内容に触れるような形でお返事をしていけたらいいなと思っています。でも皆さんのコメントは一つ一つ大切に読ませていただきますので、どうぞお気軽に書き込んでください。動画の中で自分のコメントを読んでほしい、コメントに直接返事が欲しいという場合は、コメント欄ではなくお便り募集フォームの方に送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さてここからは2つ目のトピック、私が使用している編み物道具をご紹介します。まずはかぎ針です。かぎ針は主にチューリップのエティモレットを使っています。1号から9号までを持っています。最初にセットになっているものを購入して、足りないものをさらに買い足しました。これは数年前のクリスマスに家族がプレゼントしてくれたものなので大事に使っています。
エティモは他のかぎ針に比べると先が尖っている気がするので、編み地に針を入れるときスムーズに針が入るのでとても編みやすくて気に入っています。10号の針はセリアのものです。10号もエティモで揃えたいなとは思ってはいるのですが、10号はあまり使う頻度が高くないですし、セリアのものも十分編みやすいので、しばらくはこのまま使っていくと思います。次にジャンボかぎ針です。ジャンボかぎ針もチューリップのものが多いです。エティモがとっても編みやすくて気に入っていたので、ジャンボかぎ針もチューリップで揃えました。8ミリから 15ミリまでを揃えたのですが、実際に使うのは10ミリまでばかりで、15ミリはまだ1回も使ったことがないです。7ミリのかぎ針だけはクローバーのものを使っています。チューリップのものを揃える前にクローバーのものを購入していたので、7ミリはそのままクローバーを使っています。クローバーのものもすごく編みやすいです。以上がメインで使っている針になります。こちらはメインではないのですが、時々使っている他の針です。左の2本はクローバーで、それ以外は100円ショップで購入したものです。私は仕事柄、急に数時間の空き時間ができてしまうことがあって、外で時間を潰さないといけないということがありまして、その時に編み物をしたくて100円ショップなので購入したものです。それと私は以前ひどい腱鞘炎になったことがあって、同じ動作を長い時間繰り返していると手が痛くなりやすいんですよね。なのでずっと同じ針で同じものを編んでいると手に負担がかかりやすい気がするので、たまに違う針に持ち替えて編むために何本か買いました。これは私個人のやり方なので、本来は同じ針で最後まで編んだ方が目が揃って綺麗に仕上がると思いますので、腱鞘炎じゃない方は同じ針で編んでいただく方が良いと思います。そして針の収納はこんな感じです。最近は編み物をしている時間がすごく長くなったので、このような小物入れに入れてすぐ手の届くところに置いています。この小物入れはスリーピーで購入しました。中に仕切りがなかったので、無理くりマステで仕切りを作っています。左上にはジャンボかぎ針。その隣にはサブで使っている針たち。一番取りやすいところによく使う号数の針を入れています。だいたい5号から8号ぐらいをよく使うので、それが入っています。その隣に残りの針を入れています。あとは編んだ作品をノートにメモするための文房具や大きさを測るメジャーなどを一緒に入れています。あとこれは Amazon で買ったネイルオイルですね。編み方動画を撮るとき手元がすごくアップになるので、こまめにネイルオイルを塗るようにしています。こんな感じでかぎ針たちは収納しています。次に棒針です。メインで使っているのはクローバーの匠コンボです。7年か8年前に買ったのですが、こんな風にケースがボロボロになってしまいました。大事に使っていたのですが、ポロポロと周りが剥がれてしまいました。以前 X でこのことを投稿したら、同じようにケースが傷んでしまっている方がいらっしゃったので、私だけじゃないんだなとちょっと安心しました。中はこんな感じです。4号から12ミリまでの針が入っていて、コードは5種類の長さのものがついています。針は竹製です。好きな太さの針と好きな長さのコードを組み合わせて使えますので、これ一つあれば大体のものを編むことができます。こんな風にネジになっていて、くるくる回すだけで装着できます。それ以外に持っている棒針はこちらです。左にあるのがダイソーの輪針。これは動画を作るために購入しました。真ん中は Amazon で購入した 15mm の輪針と
キャンドゥで購入した 10mm の棒針です。これもセーターの動画を作るために購入しました。キャンドゥはこれ以外にも太い棒針がたくさん売っているのでとっても楽しいなと思っています。そしてこれはアディの輪針。これは靴下を編んでみたくて購入しました。靴下用の毛糸と一緒に去年購入したのですが、いろいろ忙しくなってしまい、まだ靴下は編めておらず、この針もまだ使っていません。もし靴下を編み始めたら、このチャンネルで Vlog みたいに経過をお知らせできたらいいなと思っています。こちらは編み物に使う小物たちです。とじ針、ハサミ、マーカーです。普段はこのガラスの小物入れにマーカーやとじ針を入れていて、すぐ取り出せるようにしています。ほとんどが100円ショップのもので、あとは針のセットについてきたとじ針やマーカーもあります。ケースの端に入っている毛糸はコットンの滑りの良い毛糸で、棒針で目を休ませたい時とか、バッグの持ち手の長さを決める時に使っています。そして編んでいる途中の作品はこんな風にバスケットに入れています。この中に使う毛糸と針と編みかけの作品をまとめて入れておいて、リビングの端っこにいつも置いてあるという感じです。今はブランケットを編んでいるので、こんな感じでバスケットに入れています。このバスケットはキャンドゥで購入したもので、小さいサイズと大きいサイズの2つを持っています。同時進行でいくつか作品を編むこともあるので、この2つにそれぞれ分けて編みかけを置いているという感じです。ロープでできたバスケットなので、毛糸や作品を傷つける心配がないので気に入っています。こちらは編み物のお供のノートと教本です。オリジナル作品を作るときはどういう風に編んだかをメモしながら進めていきます。まずこの小さいメモ帳の方に段数や編み方をざっとメモしておきます。作品が全部完成したら、こちらのノートの方に編み方を清書するという感じにしています。作品を作るときは途中でほどいて何回も編み直すことが多いので、最初からノートに書いているとめちゃくちゃになってしまって、後から見返すときにわからないことが多かったので、制作中は小さいメモ帳の方にメモ書きをしておいて、最後に正しい編み方をノートに書き写すという形に落ち着きました。YouTube を始めてからこのノートをつけ始めて、今は3冊目がそろそろ終わるところです。そしてこれは五商産業さんの教本です。キャンドゥで購入しました。編み物の教本は何冊か持っているのですが、どれもボリュームが多いので、このコンパクトな教本を手元に置いています。やはり動画を作る以上は間違った情報や編み方をするのは良くないなと思って、自分の間違った思い込みがないかすぐチェックできるようにということで、いつも手元に置いています。お守りとして持っているという感じです。最後にこちらはだるまの玉巻きです。玉巻きはずっと買うか悩んでいて、去年やっと意を決して購入しました。オリジナル作品を作っているとほどいて編み直すことが本当に多いので、ほどいた毛糸を毛糸玉に巻き直す作業に結構時間がかかっていたんですよね。なるべく無駄な時間を減らしてたくさん作品を作りたいなと思って玉巻き機を購入することにしました。買ってみると綺麗な毛糸玉が作れるし、すごく早く巻けるので本当に便利でした。買ってよかったです。玉巻き機があれば枷になっている毛糸も巻き直せるので、これからは毛糸の購入の幅も広がりそうで楽しみに思っています。以上が私が愛用している編み物道具です。結構少ないなぁと思われた方もいらっしゃると思うのですが、私は壊れるまで道具は使いたいなぁと思っていて、
本当に必要な道具だけを揃えようと思っています。SNS とか YouTube を見ていると、すごく素敵な道具がたくさんあって、道具をたくさん持っている方が羨ましいなと思うことももちろんあるのですが、我慢してなるべく道具は増やしすぎないようにしようと思っています。なんでそういう風にしているかというと、実は数年前に断捨離にハマって編み物道具をほとんど手放してしまったことがあったんです。調べてみたら2010年頃に断捨離という言葉が出てきて、2015年頃からミニマリストがブームになったそうです。私もその頃ちょうど年齢的にも自分を見つめ直す時期だったのもあって、断捨離にすごくハマっていました。それで編み物道具も一部を残してほとんどのものは寄付してしまいました。その時はすごく気持ちがすっきりして、それで前に進めた部分もあったと思うのですが、今振り返ると、あの時の道具を大切に使い続けていればよかったなと感じることもあります。そういうことがあって、今は新しいものをどんどん購入して楽しむというよりは、今ある道具を大切に使っていきたいという気持ちが強くあります。エティモレットも匠コンボも何年経っても色あせない本当に素晴らしい針だと思うので、これからも愛用していきたいなと思っています。もしよければあなたの愛用している道具のエピソードもお便りで教えてください。さて、ここまでいかがだったでしょうか。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございます。次回も編み物のお供に楽しんでもらえるような内容をお届けしたいと思っています。お便りや感想お待ちしています。これからも一緒に編み物の世界を楽しみながらゆっくりとした時間を共有していきましょう。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。